丸みみたいなのが新しいやつないですね。パキッとしてる。はい、どうも始まりました。今回はですね、じゃーん、なんとこちらです。ズームマルチストンプ MS50G プラス出ましたね。この皆さん大好き、これまであったズームマルチストンプの後継機種、まさか出てきました。このマルチストンプはこの小さいサイズながらマルチエフェクターになっていて、中に入っているたくさんのエフェクターをつないで自由に音作りができちゃう。今回はこれでどういう音作りができるのか、そしてこれまでの機種とどうパワーアップしているのかっていうところをお伝えしていきたいなと思います。これね、まずね、また軽い。前も軽かったんですよ。これすごい軽くて 350g。今回なんと 353g ってもうほぼ一緒ですね。大きさもほぼほぼ変わらず、相変わらずのコンパクトエフェクターサイズでございます。そして今回からここのつまみが4つに増えているので、音作りがしやすくなっているのと、あとはここのスイッチですよね。ここのフットスイッチとは別に上下左右のボタンがついてます。足で踏めるようになってるんですよね。今オフになってます。まずね、ちょっとオフの音も聞いてみましょうか。アンプ直だとあんまり印象変わらないですね。もう一度バイバス音。なんかちょっと優しくなってるけど、なんかすごく高品質になってる感じがする。エフェクターって実は通すだけでもちょっと音が変わったりするんですよ。じゃあオンにしていきましょう。オン。今プリセットですね。買って一番初めになる1番目のプリセットの音ですね。ドライブペダルが1個だけ繋がってる感じですね。ちょっとどんな音が他に入ってるかさらっと見ていきましょうか。で、この上のフットスイッチを押すと次の音に行きます。ニューヨークファズ。わー、ファズですね。バヒャーンって歪むやつ。結構歪みが続きますね。スクイークディストーション。これラット系のやつですね。いや、かっこいいっすね。これパワーアップしてるな、結構。ちょっとドライブ系以外行きましょうか。クローンコーラス来たね。いいですね。で、ここね、今ディスプレイの色変わったと思うんですけれども、なんとエフェクトの種類によって色が変わるんです。歪みだったら赤、コーラス系だったら青、空間系だったら緑みたいな形で変わってくんですよね。これがね、後々ね、すごく便利になってくるんですよね。もう一個ぐらいいきます？オートワウ。これね。みたいなね。今こちらの86番エンプティっていう空のパッチにやってきました。プッシュ。この右から2つ目を押してライブラリーから選んでねって書いてあるので押します。すると、なんか左にあるぞ。左のこのね、フットスイッチを押すと、ほらめちゃめちゃあるんですよ、エフェクターが。赤色のとこは歪みでしょ？コーラス系でしょ？で、ディレイでしょ？で、上とか下にディレイがね、たくさんあるんですよ。こっちに行くとリバーブだとか。そう。こういう形で縦横にいろいろなエフェクターが並んでるところから好きなエフェクターを選んで繋いでいきます。じゃあまずはクリーン系からいきましょうかね。クリーンって別にこれ何も繋いでないのクリーンじゃないってクリーンじゃないって思うと思うんですけども、先週の動画でも実は言ったんですけども、歪み系のエフェクトのゲインをかなり下げて使うっていうのをやるとすごくね、綺麗なクリーン作れるんですよね。例えばこの RC ドライブ、これにしようかなと思ったら、ここでこのフットスイッチを押すと決定できます。で、今 RC ドライブが1個つながっている状態ですね。ここでこのステータスをいじるんですけれども、ここに4つあるのがそのつまみになっていて、どれかどれでもいいんですけど、カチッってちょっと回すとこのパラメータが表示されます。この状態でもう音が出るのでオンにしておくとね、ちょっと歪み増えましたよね。ゲイン下げます。ちょっと下げすぎたかな。こんな感じでこのかかってないのと比べるとね、なんかちょっと頼りないのが
エーイそしてじゃあトーンをちょっと明るくしようかなっていう時にトレブルっていうのは高音ですよね。トレブルちょっと上げる。いいじゃん。ここになんかのエフェクトを付け足したいってなりますよね。付け足せるんですよね。今このパラメータが出てるのはここにね、このちゃんと書いてるんですよね。プッシュするとクローズしますよって書いてあるんで、もうどれでもいいんでプッシュするとクローズされます。そして追加するときはここにね、黒の文字で書かれてるんですけれども、一番左にプッシュするとアッド、これ追加できるよってあるので、追加、アッドを押すと、どっちに追加する、これ前に追加するか、後に追加するか。これ前と後って言ってるのはギターから音が入ってきてインプットされますよね。でインプットされたのとこのエフェクターの間に入れるか、いやいやこのエフェクターよりもこの後ろ、このアウトプット側に入れるかっていうのを追加できるんですけども、後ろにちょっと空間系入れてみようかな。後ろ、左側を押します。はい。するとまたね、出てきましたね、このマップみたいなのが。で空間系に行きましょう。あ、アナログディレイいいじゃないですか。これでもうかかってます。おお。でこれで OK ならポチ。はい。これでですね、今ここに矢印出てるでしょ。これ矢印が出てるってことはこの右になんかいるよっていう矢印なので、右に行くとさっきの RC ドライブがいます。この2つ連なったエフェクターをそれぞれオンオフできるんですね。ここでオフにするとこのドライブはオフになってディレイだけがオンになってる状態。うん。でこっちでもう一回踏むとディレイがオフになる。ね。っていう作りなんですけども、ここでこのディスプレイの色がこれめちゃめちゃ便利なんですよね。遠目から見て今どれが選択されているのかっていうのが一目でわかるので、もう踏み間違いがないんですよね。で音を作ってるとやっぱりこのちょっとドライブこれじゃない方がいいかもなと思った時にはですね、またこのライブラリーボタンをピッて押すとこの RC ドライブのところがまた他のですねエフェクターを選択できるようになるんですね。例えばこのゴールドドライブ、うわーちょっとファットな音になりましたね。でこれまたねいいところがですね、ここでゴールドドライブのゲイン下げるじゃないですか。でこの状態とさっきの RC ドライブの音が両方記憶されてるんですよ。ここでどっちのエフェクターにしようかなって、楽器屋さんでどっちのエフェクター買おうかなって思ってるのとなんか似たような感覚でエフェクターを選んで比べられるし、それぞれのエフェクターのつまみは覚えておいてくれるんですよね。これがねめちゃめちゃ便利。ただちょっと他のパッチに移動しちゃったり電源抜いちゃったりしちゃうと複数覚えとくってことはできないんですけれども、はい、もうこの比較する時にはすごく便利ですね。じゃあ例えばこっちのゴールドドライブがいいぞってなった場合、これで押せば、はい、もうゴールドドライブとさっきのディレイのセットになります。おお、めっちゃ音良くなってない？これこの後比較するんですけど、いやめっちゃびっくりするな。歪みからのコーラスからのディレイ、この状態でこのズームマルチストンプデフォルトでオートセーブがオンになってるので、電源一回これで抜いちゃいますよ。これでオフってやってもオンにすると覚えてる。はい、起動しました。もうほら、もう全く同じところからスタートしてもう全く同じ。ほらちょっと皆さん気になると思うのはこれ足で踏めんのかっていうやつですよね。これ僕やってみました。この左右は割と踏める、手前にあるから。なので、右行ったり左行ったりしてオンオフをその場でね曲を演奏しながらできます。でこの上下っすよね。上下は、ぶっちゃけ結構厳しい。もうライブとかでもうお客さんが見ててあれこれ気を使わないといけないような時に踏むのはちょっとねぶっちゃけ難しいと思います。でも例えば曲と曲の間で MC やってる間につま先でねちょっとこうやってピュッて踏むのはできそうですね。これちょっと前の機種と比較してみましょうか。はい、両方つながりました。いやもうね、比べる前からどう考えても音良くなってると思うんですけども、ちょっとそれを検証していきましょうか。今、ライムトーンベースというライムトーンオーディオの機器に両方つないでいるので、片方がオンになっている時はもう片方は完全に切り離される、バイパスされるようになっています。中のエフェクトは1個目が RC ドライブ、そして2個目がディチューン、コーラスですね。そして3つ目がアナログディレイ。この3つがつながっている状態になってます。じゃあまずは新しい方の MS50G プラスから。
懐かしいっていうか、今までの音だ。なんかね、ちょっとね、ぬるっとっていうかね、このズームマルチストンプ、これまでのマルチストンプ特有の、ね、この丸みみたいなのが、新しいやつないですね。パキッとしてる。なんかこのアンプ直の音にすごく近い。ちょっとデチューンを消して、ディレイも一回消しますか。原因上げてみますね。前のはやっぱりね、ちょっと柔らかさが比べると感じますね。なんかディレイだけ復活させますよ。新しい方。前のやつ。はいはいはい。進化しましたね。いや、これで1万円台前半で買えて、いやー、これほんと全員におすすめできちゃう感じですね。いやー、恐ろしいですね。これはすごいことが起きてると思いますよ。もう本当にすごい。じゃあ最後にですね、ちょっと細かい機能についてもいくつか紹介していきたいなと思います。まずはね、エフェクトの並び替えですよね。これやりたくなりますよね。メニューを押すと、これまた分かりやすいですね。エンターをこうくるくる回すとこうメニューが動くよってなってるので、これ一番初めのこのムーブエフェクトですね。ここでこれをポチッと。これをくるくる回すと、このアナログディレイってさっき一番後ろだったじゃないですか。これが回すと真ん中。もう一回回すと一番右みたいな形で、これね、順番入れ替えられるんです。これでエンターを押すと、ディレイが先にかかって歪みでコーラスみたいな形で順番が入れ替えられます。あとこのディレイちょっといらないな、追加しちゃったけど消そうっていう風になった場合は、左から2つ目がデリートになっているので、これ押します。これいいですかって言われるんで OK ってやると、はい、消えます。もうめっちゃ簡単。もう一回ね、追加したければね、ここでアッドを押すだけでね、追加できるんで、こんな感じで簡単に操作できるので、ぜひね、やってみていただければなと思います。今回の動画では結構基本的なことを中心にお話ししましたけども、この続編としてこれのね、活用方法だとか、もう少しテクニカルな音作りの方法とかをお伝えする動画、後日上げる予定ですので、気になる方はぜひチャンネル登録してお待ちいただけるとめちゃめちゃ嬉しいです。よろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。またの動画でお会いしましょう。